何年も前のたった一言。もう誰も覚えていない。あなた以外は。竹言一つで森を、獣を、岩さえ泣かせた男がいた。名はオルフェウス。ある日、妻が蛇に噛まれて死ぬ。彼は死者の国へ降りていった。光の届かない最も暗い場所へ。冥府の王の前でただ竪琴を鳴らす。その調べに亡霊たちが涙を流し、せめくの岩さえ止まったという。冷たい神も初めて折れた。妻を返そう。条件は一つ。地上に出るまで決して振り返るな。二人は暗い坂を登り始める。背後に妻の足音。だが光が近づくほどその音は遠ざかる気がした。本当についてきているのか。不安が彼を食った。あと一歩で外。そこで彼は振り返った。妻は声もなく闇へ吸い込まれていく。差し出した手は空をつかんだ。もう一秒待てばよかった。二度と戻らない。あなたも振り返る。とっくに終わった場面を夜何度も。布団の中で勝手に再生されるあの一言。送らなければよかったあの返信。たった一秒のあの恥。昼間は忘れていられる。何でもない顔で人と会い笑うこともできる。なのに明かりを消すとそれは戻ってくる。不思議なことに楽しかった時間は薄れていく。褒められた言葉はすぐ手のひらからこぼれる。なのにしくじった一秒だけが鮮明に止まり続ける。なぜ人は嫌なことばかり覚えているのか。理由はあなたの心が弱いからではない。あなたの脳がそう作られているからだ。脳は良い記憶より悪い記憶を強く刻む。ネガティビティバイアス。100の称賛と1つの批判があれば、人はその批判だけを持ち帰る。これは欠陥ではなく生き延びるための仕様だった。かつて一つの失敗は死を意味した。茂みの音をただの風と聞き流した祖先は獣に食われて消えた。危険を太字で記録できたものだけが生き残り子孫を残した。その子孫があなただ。だから脳は今も失敗を、拒絶を、恥を太字で保存する。良いことは当たり前として流れ、悪いことだけが証拠として残る。誰かの何気ない一言が夜まで胸に刺さるのもそのためだ。問題は現代にその獣がもういないことだ。命を脅かさない一通の既読を脳は牙を持つ獣と同じ強さで刻んでしまう。脳にはもう一つ奇妙な癖がある。人は終わったことより終わっていないことをよく覚えている。サイガルニク効果。ある心理学者がカフェの給仕を見て気づいた。彼らは運んでいる最中の注文を正確に覚えている。だが会計が済んだ途端、その中身をきれいに忘れてしまう。途中で断たれた行為は頭の中で開いたままになるのだ。では後悔とは何か。それは心がまだ終わっていないと判定した過去だ。決着がつかない。だから脳はその記憶を何度も開いてしまう。返していないメッセージがふと頭をよぎるのも同じ仕組み。脳は閉じていないものに付箋を貼り続ける。昼は用事や人が気をそらしてくれる。夜は何も邪魔をしない。
だからしまい忘れた記憶が一番前に出てくる。眠ろうとするほどそれは声を大きくする。そしてあなたは考える。あの時ああ言えば、こうしていれば。考えればいつか答えにたどり着ける気がする。だがそれは反数思考。牛が一度飲んだものを口に戻して噛み直すように、同じ場面を回し同じ痛みをもう一度なぞる。反数は反省の顔をして近づいてくる。だが反省は次へ進むためのもの。反数は同じ場所をただ踏み固めるだけだ。回せば回すほどその記憶は消えるどころか深くなる。あなたは過去を解こうとして過去に住み始める。ここで一つ謎が残る。オルフェウスはなぜ振り返ってしまったのか。その答えはもう少しだけ後で。振り返る痛みを生涯かけて見つめた男がいる。セーレン・キルケゴール。彼は愛する女性との婚約を自ら破棄した。相手の名はレギーネ。愛していたからこそ自分には幸福にできないと彼は身を引いた。そしてその後悔を生涯書き続けた。最初の主張あれかこれかに有名な一節がある。結婚すれば後悔するだろう。結婚しなければそれでも後悔するだろう。進んでも退いても後悔は後ろからついてくる。それはどちらかを選び損ねた罰ではない。何かを選んだというその事実が落とす影だ。後悔のない人生があるとすれば、それは何も選ばなかった人生だけ。レギーネを手放した痛みは彼の中で生涯消えなかった。彼自身の性がそれを物語っていた。振り返って痛むのは進んだ者だけが払う代金。オルフェウスはなぜ振り返ったのか。妻を疑ったからではない。失うのが怖かった。確かめずにはいられなかった。あなたが過去を何度も開くのも同じだ。もう一度見れば結末が変わる気がする。変わらないと知っていても。だが神話には続きがある。妻を失った後、オルフェウスはもう振り返らなかった。代わりに彼は歌い続けた。その歌はまた森を獣を泣かせたという。失った人を悔いの中ではなく歌の中に。あなたが今夜も開くその記憶。消そうとしても消えはしない。振り返ってまた失うのか、それとも連れて歩くのか。